炊飯とシャリ切りの説明になります。新しいシャリ切りハンダイは全体をよく水ですすぎ、桶の方には水を張ります。ここに約おちょこ3杯分の米酢を注ぎ入れます。ここに約米酢をおちょこ3杯分ほど入れ、宮島も浸し、約2時間ほど放置します。こうすることによって木独特の匂い、アクを取り去ります。次に炊飯に入ります。1合のお玉またはカップを用意し、3杯をきっちり測り、ざるに移します。家庭用の炊飯器の内釜を外してお米を研いでいきます。米をざるから内釜に移し、水を注ぎ入れ、手早く手でかき混ぜ、1度目の米の研ぎ汁を捨てます。また水を注ぎ入れ、手でよくかき混ぜ、2回目の研ぎ汁を捨てます。再び同じように水を注ぎ入れ、米をよくかき混ぜ、研ぎ汁を捨てます。米の種類にもよりますが、だいたい米と同量の水を入れ、浸水し、約10分待ち、後に炊飯のスイッチのボタンを押し、米を炊いていきましょう。次にすし酢を作っていきます。テキストに載っている砂糖と塩の分量を測り、ボウルに入れていきます。最後に米酢を入れ、しっかり攪拌し、塩と砂糖を溶かしていきます。この動画では白酢を使っていますが、お店によってはこの白酢にある一定の赤酢を混ぜ、お店のオリジナルのシャリを作っています。この時にあまり赤酢の割合を多くしてしまうと白身魚との相性が悪くなるので注意が必要です。以上がすし酢の合わせ方になります。米が炊き上がりましたら、先ほどの寿司シャリ切り用の半台の水をこぼし、布巾で周りをきれいに一度拭き、シャリ切りを始めます。
また炊飯している最中に合わせ酢などを作っておき、うちわも用意しておきましょう。炊飯器の蓋を開け、内釜と炊き上がったお米の間に宮島を回し入れ、半台の中に一気に入れていきます。次に先ほど作った合わせ酢を宮島にかけながら、シャリが熱いうちに回しかけていきます。左手で布巾と半台を持ち、宮島で下から上にシャリをしっかり手早く混ぜます。次に半台の半分にシャリを寄せ、宮島についたシャリを布巾で落とし、約3分の1を空いたスペースに送り、宮島を左右小刻みに振り、シャリをほぐしていきます。また3分の1を移動し、シャリを切っていきます。この時に米の塊がないように注意しながらシャリを切っていき、もう一度片方側に山を作り、先ほどと同様にシャリを切っていきます。次に平らにならし、宮島についたシャリも布巾でしっかり落とした後、うちわで人肌程度にシャリを冷ましていきます。こうすることにより、米にしっかり酢が入り、ツヤが出てきます。人肌になりましたら、次は放射状に中心部から外側に向け宮島を入れ、裏に返し、再びうちわで仰ぎます。人肌に冷めましたら、先ほどの布巾をすすぎ、よく絞り、上からかけ、蓋をして寿司飯の出来上がりになります。約3合分で3人前ぐらいの寿司のシャリができることになります。以上がシャリ切りの動画になります。